はい、皆さん、こんにちは。モノルです。今回はですね、こちらの4つのスティックモジュールを検証してきましたので、そちらを見ていただきたいと思います。はい、前回ですね、最強のデュアルセンスを作るっていうことでですね、こちらのコントローラーですね、エクストリームレート製の背面4ボタンキットとトリガーストップのキットですね、こういうのを組んでですね、中身のスティックモジュールっていうのをケーシルバーの JS13 Pro っていうね、ものに変えました。TMR スティックでドリフト耐性が結構高くてですね、しかも結構リニアに近い操作感っていうことで、かなりね、いいコントローラーできたかなっていうふうには思ったんですけど、さらにですね、新しいスティックモジュールってのが最近発売されてきてですね、入手もだいぶしやすくなってきているっていうところでですね、こちらの4種類の製品を検証していきたいというふうに思います。はい、そしたら行ってみましょう。はい、まずね、スティックモジュールの話する前にですね、このコントローラーの中身ですね、どんな風になっているかっていうのをですね、こちらの中身ですね、こういう風にスティック生えてはいるんですけど、このスティックどういう風についてるかっていうとこ見たいんですが、こんな感じでね、中に基板が入ってます。で、ここにこのスティックのキャップが直接こういう風に繋がっていてですね、これの上半分ぐらいがこんな風に見えてるっていうことで、こういう風にね、ここに入ってついてるっていう感じですね。なので、こんな風にね、スティック操作いつもしているっていう感じで、基板にこうやって直接つながっているですね、このスティックモジュールっていう部品がですね、スティックの操作感だったりですね、スティックの硬さとかね、そういったところにすごく重要な影響を与える部品っていうことになってます。はい。で、通常ですね、こんな風にですね、アルプススティックモジュールっていうものがですね、この2つのモジュールなんですけど、こちらがついてきてます。これ多分デュアルショック4の基板かなと思うんですけど、ちょっと見ていただくとですね、かなり見づらいんですけど、アルプスっていう風にね、このスティックモジュールのところに書かれているですね、こういうモジュールが使われてますね。で、このモジュールっていうのはですね、ポテンショメーターっていうですね、接触式のスティックモジュールになっています。はい、こちらですね、基板から取り外したアルプススティックモジュールになってますね。で、このね、左右についてるこの緑色の部分、ここがセンサーになってます。これをですね、外してみます。いいよ。はい、外れました。こんな風にですね、赤い軸のところがですね、こう、スティックを倒すと一緒に回転します。で、センサー側もこんな風に回転するっていうね、そんな仕組みになってます。はい。で、このセンサー部分も取り外してみます。よいしょ。はい。そうするとこんな風になってますね。はい。ここの黒くなってる部分、これカーボンフィルムです。はい。こちらが金属製の端子がついてるんですよね。ちょっと見づらいですけどね。で、この端子が擦れることで、角度を検知してですね、どれぐらい倒されてるかっていうのを検出するっていう、そういう仕組みになってます。はい。それがポテンショメーターっていうもので、これが、どうしてもこうやってですね、接触する部分があるとですね、カーボンフィルムが削れたりとか、あとはですね、カーボンフィルムの削れカスっていうのがですね、どんどん溜まっていってですね、ドリフトっていう現象につながってくるっていうことですね。それがこの標準でついているアルプススティックモジュールっていうものの欠点でした。で、最近ですね、よくホールエフェクトとか TMR っていうスティックモジュールが出てますが、そちらはね、今みたいな接触する部分っていうのがなくてですね、非接触式のスティックモジュールっていうことになってます。今回ですね、見ていきたい、スティックモジュールですね、こちらがカイル製のポテンショメーターのスティックモジュールになってます。こちらは接触式ですね。で、その次が、こちらですね、ゼンサムっていうね、あまり聞き馴染みのないメーカーのTMR スティックモジュールになってます。TMR なんで、こちらはね、非接触式ですね、ドリフトに強いって言われているものになります。はい、次、こちらです。K シルバーの JS13 Pro プラスっていうスティックモジュールです。こちらも TMR スティックになってます。はい。最後にこちら。ですね、ギンフル製の DS13MAX っていうね、TMR スティックモジュールになってます。はい。
で、このね、カエル製のモジュールと、このゼンサムっていうね、ところのスティックモジュール、この2つについてはね、新しく取り上げるメーカーさんなんですけど、ギンフルとこの K シルバーっていうのは今までも取り上げたことがあります。それがこの2つのね、旧製品ですね。こちらっていうのはですね、K シルバーの JS13 Pro です。プロプラスとプロの違いっていうのはどこにあるかっていうとですね、この横のね、センサーのサイズですね、若干違うのがわかるでしょうか。はい、こんな感じですね。プロプラスの方がすごくコンパクトになっていてですね。で、プロの方はね、ちょっと大きいセンサーになってます。この違いで、デュアルセンスエッジのね、スティックモジュールにですね、搭載できるようになったのが JS13 Pro プラスっていうことになってますね。はい。で、こちら、銀フル製です。ちょっと型番多分 DS13 かなと思うんですけど、こちらね、旧機種っていうことになります。これと、このね、最新の DS13MAX の違いっていうのはセンサー部分にあります。なんで、ちょっとセンサー部分を外して見ていきたいと思います。はい、これが旧機種の方のセンサー部分です。はい、回転する軸のですね、下側にこの金属製の磁石がついているっていうのがわかるでしょうか。でね、センサーもこのね、真ん中ではなくてね、下側にちょっとオフセットされてついていますね。これが旧機種の特徴です。このようなですね、仕組みになるとですね、ちょっとですね、低感度なスティックになってしまいます。まあ、言い方を変えるとちょっとスティックが硬いような感じがするっていうね、そういうスティックモジュールになってます。ホールエフェクトとかですね、TMR っていうのはですね、基本的にこういう低感度なスティックっていうのが今まで多かったんですね。それを改善したのがこちらです。DS13MAX になってます。はい。こんな感じになってます。軸の中心にしっかりとね、金属製の磁石が置かれていることがわかりますね。センサーの IC もですね、ちゃんとですね、この真ん中にこういう風にね、取り付けられてます。これでですね、このポテンショメーターですね、今まであったですね、こういうアルプス製のポテンショメーターとかとですね、ほとんど操作感変わらないですね、リニアな感度っていうのを実現していてですね、非常にですね、スティックも柔らかくて、操作がしやすいっていう、そういうスティックモジュールに改善されているのがこちらの DS13MAX ですね。K シルバーに関してはですね、JS13 Pro の時代からですね、これを実現しています。はい。ど真ん中にしっかり磁石がついていて、センサーも真ん中に付けられてますね。JS13 Pro プラスの方も見ていきたいと思いますが、こちらもね、変わらずしっかり真ん中に磁石がついていて、センサーも真ん中についています。ちなみにですね、このゼンサムの TMR スティックモジュール、最初からですね、はい、真ん中に磁石がついてます。センサーもしっかり真ん中に入ってますね。なんでゼンサムのスティック、TMR スティックモジュールもおそらくリニアな操作感なんじゃないかっていうことがわかりますね。そんなわけでですね、最新の TMR スティックモジュールですね、こちらはリニアの操作感が得られるようなですね、非常に優れた TMR スティックモジュールにだいぶなってきているっていうところでですね、実際にこれらをですね、この基板に実装して、コントローラーを組んでみてですね、スティックの感度を計測したりとかですね、実際の操作感確かめるために Apex をプレイしたりっていうのをやってきました。そんなわけでですね、この3台についてより詳しくちょっと見ていきたいと思います。はい。まずチェックしたいのはですね、底面の形状になります。はい。先ほどからですね、説明している通りですね、この基板っていうのは平らなんですけど、ここにこうやってですね、乗っけて実装するっていう関係でですね、ものによってはこう、底面形状が影響してですね、斜めにこうくっついたりっていう風にすることがあります。その場合ですね、斜めになってしまうと当然スティックの操作感も変わりますし、スティックの感度がね、上下左右で、ずれたりっていうね、そういったことが起きたりもします。なのでちょっとね、底面形状かなり私はね、重視して見てたりするんですけど、まずそうですね、DS13MAX 見ていきたいと思います。はい、底面形状こんな感じです。非常にフラットですね。で、センサーブラケットはこんな形で、この底面のね、本体の土台よりもですね、ちょっと上に上がってるかなって思います。この形状っていうのが個人的にはね、一番ベストな作りかなと思います。
実装するときもですね、しっかりと基板にこのスティックモジュールを上からこうやって押し当ててあげるだけでですね、しっかりと平行が取れるっていうね、そういう優れたね、底面形状をしているのが DS13MAX でした。同じように全サムのですね、スティックモジュールっていうのもですね、底面フラットになってます。わずかね、この円形のですね、支柱みたいなものが出ていてですね、これがしっかりと基板にくっつくことでですね、平行が取れるようになっていて、センサーブラケットは基板に接触しないっていうね、そういうように設計されてます。これも素晴らしい底面形状でした。問題があるのはこの2点でした。カイルのポテンショメーターと JS13 Pro Plus ですね。特にね、カイルの方かなり問題があってですね、はい、こんな形状してます。底面フラットではなくて、この真ん中にこの2つの突起があってですね、これが先に基板に触れる形状をしています。なのでですね、これ押し当てるとですね、こう前後にね、こう斜めになってしまうので、よくよく自分でね、見ながらですね、しっかりと平行が取れるようにですね、基板に押し当てて実装しなければならないっていうね、そういう作りになってますね。最後 JS13 Pro Plus なんですけど、こちら相変わらずですね、この底面自体はですね、結構いいね、形状していてですね、若干突起になっている部分っていうのがあって、ここをね、基板に押し当てる感じになるんですけど、こことね、このセンサーブラケットのところの底面がですね、ちょうど辛い位置になるような配置になってて、基板にこのセンサーが接触するっていう形に、なってます。で、このセンサー底面が接触するとですね、押し当てた時にね、これ前回も解説しましたけど、ちょっとね、ここのセンサー部分の方がですね、先に基板に当たったりしてですね、斜めにつくことがあります。この部分が非常に繊細でですね、こちらね、やっぱり今回もですね、かなり気をつけて実装したつもりだったんですが、やはり斜めに装着されてしまったっていうことがありました。JS13 Pro からですね、その部分については改善がされなかったっていうことが分かりました。このセンサーブラケットの青色の底面とですね、この白い土台部分の底面が辛い位置になるっていうね、なんでこのセンサーブラケットの底面が基板に接触してしまってですね、このセンサーブラケット自体がね、別部品なんですよね。なんでちょっと押すとですね、これが若干、動いたりするっていうね、そういう問題もあったりもしてね、なかなかこれがね、癖者だったりします。なんで底面の形状に関してはですね、ゼンサムとギンフル、この2台が優れていました。続いて見ていただきたいのがですね、このスティックモジュールのここにあります。スティックの軸です。このガイドっていう風に読んだり私はするんですけど、ちょっとね、せっかくなんでちょっとこれ分解してみたいと思います。はい、分解はですね、センサーブラケットまず外してですね、この周りの筐体部分っていうのが金属製になっていて、これをね、曲げて外していくっていうだけですね。一回分解してしまったらおそらくほとんどの場合でね、これ再利用っていうのは難しくなるかなと思います。はい、このね、底面についてる爪4箇所ですね。ここと、ここと、ここと、この4つを起こして外していってあげます。はい、これで上からですね、普通に外していくことができますね。はい、外れました。これで、はい、この金属製のブラケットっていうのが外れてきますね。はい、こんな感じの形状してます。で、中身の方こんな感じになってますと。問題はこのスティックのガイド部分です。これに直接このセンサーの磁石っていうのがついていてですね、それがこういう風にスティックの動きに合わせて回転するんですけど、ここのね、軸が細いとですね、これがちょっと変形したりしてですね、それによってですね、ドリフトっていうのが起きやすくなったりします。このスティックのガイドっていうのの太さとかね、あとは強度ですね、これを見たいですね。こっち側の下側のものの強度に関してはね、そうそう問題にはならないかなって思うんですよね。かなりしっかりした作りをしていてですね、これ自体はね、いいんですけど、この上側のガイドっていうのはですね、Kシルバーのものに関しては相当脆いです。ちょっと力入れたらこんな風に広がったりとかしてですね、かなり柔らかい素材でできているかなって思います。柔らかいからといって変形しやすいとは限らないですけどね、非常に柔らかいものでできているっていうのがわかりますね。
そしたらですね、DS13MAX の方も分解して見ていきたいと思います。はい、こちらが銀フル製のスティックモジュールの上側のガイドになります。かなり硬いですね、やっぱり。K シルバーとは違って硬くて、横側の強度が高くてね、指とかじゃあんま変形しないです。はい。これがね、すごくいいなって思いますね。はい、K シルバーと銀フルの違いっていうのがここでね、はっきりするかなと思います。底面の形状っていうのも DS13MAX が非常に優れてますし、このね、ガイドの強度っていう面でもね、優れてます。ガイドの強度っていう面ではですね、最近レビューしたカスタム基板のね、マリウスさんが作られている基板だったりですね、ボイドファイアバードなんかでもですね、銀フル製が採用されているっていう理由になってますね。これがね、非常に強度が高くて耐久性が高いということでですね、カスタム基板を作成される方が好んで使われるモジュールが銀フル製になっているっていう点でもですね、こちらの銀フル製っていうのがね、非常に定評があるっていうのがわかるかなと思います。K シルバーさんの方ですね、非常に優れていてですね、この JS13 Pro をね、素早く出してきたっていうところからもですね、スピーディーに開発されてですね、非常に早い段階からリニアな TMR スティックっていうのを出されていたっていうところなんですが、その耐久性面っていうところではですね、ちょっとほんの少しね、劣るかなっていう気がします。はい。で、まあちょっとね、全サムの方を分解するのはやめておきたいかなと思うんですけど、このね、ガイドの強度、全サムもね、かなりいい線いってると思いますね。青い部分のね、ガイド非常に太くてですね、良さそうに思います。まあガイドの太さとしてはちょうどこのね、真ん中ら辺かなっていうふうには思います。ちなみにですけど、アルプス製のスティックモジュール、こんな感じです。K シルバーよりも細いですね。このガイドの強度っていう面でもですね、アルプス製のスティックモジュールは非常に脆いっていう風なことがわかるかなと思います。本当にね、アルプス製のスティックモジュールは耐久性一番悪いっていうのはね、間違いないかなっていうところですね。銀フル製一番優れてますっていうことです。はい、スティックモジュールね、いろいろ見てきたんですけど、外観でね、一番良かったのは DS13MAX かなっていう風に思いますね。次に良かったっていうのはね、全サムの TMR だったかなっていう風に思います。K シルバー JS13 Pro プラスに関してはですね、若干劣るかなっていう風なね、そんな感じの外観でした。そしたらね、実装した時にどんなスティック感度カーブが描かれるのかっていうのを見ていきたいと思います。はい、こちらが各種スティックモジュールのスティック感度カーブになります。もうね、TMR だからといってですね、低感度な曲線を描くっていうところはほとんど見られなくてですね、もうほぼね、すべて同じような曲線っていうかね、直線上になっているかなと思います。はい、こちらが、リニアとの誤差なんですが、もうね、ほとんどごちゃごちゃでね、よくわからないので、今回紹介したこの3つの TMR スティックモジュールですね、銀フル、全サム、K シルバーっていうね、こちらだけを絞って見ていきたいと思います。はい。これが、その3種類のグラフになるんですが、青色 K シルバー JS13 Pro プラスだけ左右感度差ちょっと大きめに出てしまいましたね。これやっぱりこのね、底面形状っていうところがね、どうしても難しくてですね、やや斜めに装着されてしまったことが原因かなと思います。で、続いてですね、全サムの TMR の方ですね、かなりね、これが良かったんですよね。まあ、ちょっとね、右が低感度気味に出てますけど、こちらはね、ほぼあんまり気になるような差じゃないかなっていうね、実際体感できるような差ではないですね。10% 差っていうところでですね。で、一番ね、成績良かったのは、やっぱり DS13MAX だったかなと思います。まあ、スティック感度カーブ自体のね、この細かな差っていうのはね、もうほとんどですね、計測誤差とかですね、装着時の誤差とかですね、そういったところだけがね、見れるような状況になってきているかなということでですね、最近のね、このリニアになった TMR スティックっていうのはね、どれをつけてもですね、かなりこのアルプス製のポテンショメーターと操作感変わらなくはなってきたかなっていうふうに思います。まあ、なのでね、スティックカウントカーブを見て、スティックモジュールを変えるっていうよりかはですね、先ほどまで見てきたですね、この底面形状であったりですね、ガイドの強度ですね、そういったところを見てですね、スティックモジュールを選ぶのがいいのかなっていうふうに思う結果となりました。はい。ちなみにですね、こちらのね、
カイル製のポテンショメーターのスティックモジュールですね。こちらについてですけど、このね、緑色のグラフっていうのがね、リニアとの誤差になってました。ややですね、こうギザギザ感多くてですね、あまり精度は良くないのかなっていうふうに思いました。底面形状もね、あんまり良くなかったですし、このね、カイル製のポテンショメーターに関してはね、今からこちらをね、選んでわざわざつける必要性はあんまりないのかなっていう風な気はします。アルプス製のポテンショメーターと比較してですね、ガイドの太さはやや太めになっていてですね、強度は高そうではあるんですけどね、ちょっとね、あんまり個人的にはですね、いい結果ではなかったかなっていう風には感じましたね。なので、現状ですね、ポテンショメーターを選ぶならですね、わざわざカイル製をね、選ばなくてもね、アルプス製でね、十分なんじゃないかなと思いますね。ガイドよりもね、先にこのセンサー部分がね、劣化してきてドリフトし始めるっていうことがね、アルプス製スティックモジュールに関しては多いので、ガイド強度っていうところの差もね、あんまり気にしなくていいのかなっていう風な気もします。各スティックモジュールのスティックのテンションですね、どのぐらいの力で押せば倒れていくのかっていうところを見ていきたいと思います。はい。で、こちらのね、アルプスティックモジュール、ちょっと別途購入したものでですね、60g フォースっていうですね、若干、柔らかめのスティックになっているので、こちらのね、DS4 の基板についている、元からついている方でちょっと試してみたいんですが、はい。こんな感じですね。80g フォースとか 75g フォースとかですね、かなり重めのスティックになっているのがわかりますね。はい。これで今計測すると 80g フォースとか出ますね。かなり重めです。じゃあこちらの、まずはカイル製のポテンショメーターを測ってみたいと思います。はい。60g フォースっていうことで、割とね、標準的な重さかなと思います。軽シルバーいきます。はい。55g フォースとかね、50g フォースとかそのぐらいの重さになってます。ちょっと柔らかめなんですよね。で、ちなみにですね、プロプラスの前の JS13 プロの方ですね。ここにね、切り欠きがあったりとかして、見分けがつくんですけど、プロプラスは切り欠きがないですね。はい。そうやってね、見分けることができるものなんですが、前作の方は、こちらも実はちょっと柔らかめですね。はい、こちらもね、だいたい55とかですね。そんぐらいの重さです。かなり柔らかめになってます。なんで、軽シルバーの JS13 Pro、JS13 Pro プラスに関してはですね、結構柔らかめのスティックっていうことがわかりますね。じゃあ、ゼンサムの方を見ていきたいと思います。はい、ゼンサムの方の TMR スティック80とかね、75g フォースとかで、アルプススティックと全く同じ重さですね。はい、かなり重めのスティックになっているっていうのが、こちらのゼンサム製 TMR スティックモジュールの特徴です。はい、で最後、ギンフルですね。ギンフル DS13MAX のスティックの重さを見ていきたいと思います。はい、だいたい 60g フォースぐらいですね。こちらのね、DS13MAX に関してはですね、標準的な重さっていうことになります。で、このスティックの重さっていうところがまたですね、この各スティックモジュールを選ぶ基準として大きいかなと思います。DS13MAX とかね、カイル製のポテンショメーターとか標準的な重さなんで、大体これでね、問題なく使っていけるかなと思うんですけど、この 2機種ですね、ゼンサムとアルプスに関してはかなり重めです。なので、こちらはね、ちょっと重いのが好きな方に向いているかなと思います。JS13 Pro かなり柔らかめですね。で、センター付近のね、微妙な動きっていうのもちょっと柔らかい感じがしてですね、DS13MAX は結構カチッとしてるんですよね、真ん中ら辺がね。そういう違いがあったりもしますので、これは好みで結構ですね、分かれてくるかなと思います。外観とかを見た限り私は DS13MAX かなりいいって言ってたんですけど、実は操作性で言うとね、JS13 Pro の方が結構好きだったりするんですよね。これね、ほんと難しいんですけど、私は最終的にはもしかしたらこっちを使うかなっていうところでですね、ちょっと今回はですね、この3機種については置いておいてですね、JS13 Pro プラスとですね、この DS13MAX っていうね、この2台についてですね、ゲームプレイをして、どちらが私の好みの操作感かっていうのも確かめてきました。先に言っておくとですね、どちらでもですね、感度に関しては全く違いを感じられませんでした。ただこのスティックのね、硬さだったりっていうところだけでですね、違いが出てくるっていうところになりました。そしたらね、ゲームプレイの方も見ていただきたいと思います。
はい、まずは Apex のプラチナ2のランクですね。こちらを DS13MAX を搭載したデュアルセンスでやってきました。もうね、感度的には文句なく良くて、ほとんどですね、違和感なく使うことができたかなというふうに思います。スティックのテンションが、アルプスティックの 75g フォースよりも2割ぐらい柔らかい 60g フォースぐらいっていうことでですね、ちょっとね、柔らかいかなっていう感じはあるんですけど、普段ね、他のコントローラーとかで、慣れてるっていうこともあってですね、特に違和感なくね、もう全く問題なく使っていけたかなっていうところで、近距離、中距離、遠距離とですね、まんべんなく当てていくことができたかなって思います。感度リニアってことなんでね、どうしてもこう、中遠距離の1倍スコープのナイナイとかはね、若干難しめではね、あるんですけど、そのあたりですね、ボイドファイアバードがね、かなり感度高めで最近そればっかり使っていたので、むしろうまく当てていけるなんていうね、感覚にもなったりもしたっていうところがありました。あとですね、スティックの押し込みなんですけど、これがですね、DS13MAX の方がやや柔らかめなのかなっていう気がしますね。こちらですね、アルプス製のスティックよりも柔らかいかなっていう感じがあるんですけど、ほとんどね、誤差程度かなっていう気もしなくはないんですけど、すごく押しやすくてですね、これが結構 DS13MAX はね、良かったなっていうふうに思いました。私は基本、背面オンボタンの場合は、左スティック押し込みを回復にして、右スティック押し込みは普通のスコープ倍率のね、変更になってるんですけど、このね、押し感は良かったかなっていうんで、そういうところもね、DS13MAX を使うメリットなんじゃないかなっていうふうに思います。その一方でちょっとね、誤爆しやすいかもしれないっていうところもあるのでですね、どういうね、割り当てにしてるかによってはですね、ちょっと問題になることもあるかもしれないですね。はい。で、この DS13MAX を使ってるうちにですね、プラチナ1に昇格しました。実は戻したんですけどね、一度プラチナ1の結構、後半ぐらいまで行って、で、ダイヤ3の人とね、デュオで、ダイヤ帯をずっと遊んでたんですけど、プレデターやマスターがね、たくさんいてですね、見事に思いっきりマイナスを食らったっていうね、そんな感じだったんですけど、すごくね、ダイヤ帯は私がこのやってた時期は相当きつかったんですね。今は多分ダイヤ3ぐらいまではなんとか普通に上げていけるようなね、人数になってきてるんじゃないかなとは思うんですけどね。はい。そんな感じでですね、DS13MAX プラチナ帯では少なくともしっかり戦っていけますよということで、うまい方であればですね、もっと上まで、目指していけるようなすごくいいスティックで、しかもドリフト耐性がね、ある、非接触式のスティックっていうことでですね、多くの人にこのDS13MAX っていうね、銀フル製のスティックモジュールがおすすめかなとは思いましたね。アルプス製のスティックと比べてどうかっていうところに関してはですね、やっぱりちょっと柔らかいというところ以外にもですね、テンションのかかり具合とかですね、そういったところにも若干の違いは多分あると思います。なんで、かえってね、速攻でもう、アルプススティックを使っていた方がね、100% のね、エイムを出せるかっていうと、やっぱり難しいところはあるんだろうとは思うんですけど、今までみたいなね、フォルエクトや TMR の感度が違うようなスティックと比べればですね、だいぶもうこれでね、ちょっとやれば慣れることがね、簡単にできるっていうね、そんぐらいのところにまでは来てるんじゃないかなっていうところでですね、まだなかなかこの DS13MAX とかですね、JS13 Pro プラスとかね、そういったスティックモジュールに交換してくれるね、業者さんとかがどれぐらいいるのかとかもね、よくは知らないんですけど、まだまだ多分少ないかなとは思うんで、もうちょっとね、時間はかかるかなと思うんですけど、だいぶこういったスティックモジュールをね、利用される方も増えていくんじゃないかなっていうふうには思います。はい。で、ここからが、JS13 Pro プラスを搭載したですね、リアルセンスで、やってきた Apex のね、ランクマッチになります。感覚ですね、ちょっと柔らかいっていうのとですね、テンションのかかり方もですね、真ん中付近ちょっと柔らかめな感じっていうのがね、すごくしてですね、その分、中遠距離とかはね、若干難しいんですけど、近距離追いやすいっていう、そういう特徴があるのが、この K シルバー製の方のね、スティックかなというふうに感じました。
ちょっとね、感度高すぎるような感覚にね、テンションの柔らかさだけで感じる方もいらっしゃるんじゃないかなと、そんな風にも思いましたね。なんで、あまりね、感度高いのは苦手だよっていう方はね、銀フル製がいいかもしれないですけど、私は結構感度高めがね、好きで、リニアが好きってね、ずっと言ってる通りなんですけど、そんな感じなんで、私は本当にね、このスティックのこのテンションの感じだけを言えば、正直 JS13 Pro Plus の方が好きでした。なんかね、あまり力を込めずに倒していけるっていうところがですね、非常に操作感良くてですね、こちらの方がいいかなっていうんで、このデュアルセンスに関してはこのまま右スティックだけ JS13 Pro Plus にしてですね、左スティックは銀フル製の DS13 Max ですね、にして、左スティックは耐久性重視、右スティックは操作性重視みたいなことにしようかなと思ってですね、そんな構成を考えてたりします。もうすでにそちらのね、実装は終わってるんで、これをね、使っていきたいかなっていうところなんですけどね。はい。このあたりは本当好みによってくるんで、普段どういった感じのスティックが好きかとかでね、選んでいただくのがいいかなっていうふうには思います。どうしても JS13 Pro Plus に関してはちょっとね、底面形状の問題とかがあったりもしますので、そのあたりがね、ちょっと難しくて、ハンド付けもちょっと気を使いますよっていうところだけはね、マイナスポイントとして大きくあるのでですね、多くの方にね、DS13 Max の方が受け入れてもらいやすいのかなとは思いますね。はい。で、今回ですね、JS13 Pro っていうね、全世代の JS13 Pro のリンクですね、Amazon の方で販売しているので、そちらの方貼っておきたいと思います。JS13 Pro Plus になって変わったところっていうのは、DualSense Edge のスティックモジュールに搭載できるようにですね、ちょっとだけセンサーのサイズがちっちゃくなったっていうところだけですので、DualSense とかにね、搭載する分には JS13 Pro で十分なのでね、ぜひそちらもね、チェックしてみてください。今回の動画がね、参考になったと思ったら、ぜひ、高評価とチャンネル登録の方もよろしくお願いします。またね、このデュアルセンスを作るために必要な各種、スティックモジュールのね、購入先とかですね、主に Amazon とかになりますが、そちらの方のね、リンクも概要欄の方に貼っておきたいと思いますので、ぜひね、そちらからチェックしてみてください。また、いつも通りですね、モノルの方のサイトへのね、口コミっていうのも大募集中ですので、ぜひそちらの方にね、コントローラーに対するいろんな口コミっていうのもね、お寄せいただけたらと思います。以上、モノルでした。今回もご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。